終戦の日ということで、ちょっとこうなんか渋るところあったんですけど、まあこうやって、楽しく絵を描けているのも先人の皆様のおかげということと、そういうのをもう皆様でねちょっとね、ゆっくりまったりできたらなと思って配信をしました。まあちょっと今日うちちびたちおらんのでまあそこなんですけどね、ビッグチャンスということで、まあこういう時は少し、まあ高評価ずっと朝から撮ってたんですけど、もうさすがに疲れまして皆さんね本当に終戦の日いかがお過ごしでしょうか。こちらの今日森を書いていこうと思うんですけど、全く頭の中でどう書いていこうかって今頭の中で考えている最中なんですけど、皆さんこうどうやっていきます？これやったら僕もちょっと珍しく、どうしようかななんて思いながら、こういう夜の配信はねちょっと珍しいです。なんでかっていうと僕この時間必ず寝てますので、非常に珍しいですけど、ちょっと配信をせっかくね今日はうっさいのがちょっといませんので、珍しく私一人ということで、配信をしようかなと思ってます。よかったらダラダラと皆さんもお酒でも飲みながら、お前飲んどんのかっていう話ですけども、お付き合いいただければと思います。今日はねどんな感じで書こうかな。透明水彩でいこうかなと思います。アクリル絵の具が昨日やったかな。配信楽しいんですよ。でもちょっと今日はねもう本当にもう限界というぐらいまで、鬼高評価を取ってました。こんにちは。みちみちさんも埼玉りさんも赤坂さんも夜の配信新鮮ですね。疲れました。今日はもう朝14人分今、40人分54人分かだから、撮ったのでおじさんももう限界ということで、絵描きたいなと思って自分の絵描こうかな思ったんですけど、なんかそんな気力もなくかといってちょっと付き合ってよ酒みんなね。みじみさんもどう付き合ってよ。赤坂さんもぜひ付き合ってよ。そっか飲めへんか。今日までお休みなんですか世の中って。こう僕はもうちょっとそういうこうなんか世の中のあれとはかけ離れた生活をしているので皆さんのことがよう分かりませんが、明日なんか新幹線運休になるんですか？大丈夫ですか？帰れないっていう人結構いはるんじゃないですか。鮮やかなカドミウムグリーンを使いましてまず書いていっております。明日どうなんですか？この辺かなと。どうやって書こうかな。もう全然想像つかんな。飲んでますよもちろんね。今風呂上がりというかシャワーを浴びてよいしょ。皆さんどうですか？いっぺこっぺさんも稲葉さんもはるさんもふうみんさんも北海道さん飲んどるか。K マムさんも初めてかな。佐々木さんもしのぶさんも寝てくださいね寝てくださいね皆さんね。はいごめんなさい。うちのなんかばあちゃん7時に寝てたイメージあるんですけど、皆さん若いですよね失礼ですけど皆さん若いですよね。僕らでも今9時に寝るんですけど、僕ら子供の頃なんかドリフとか最後のもう45分ぐらいだったらもうほぼ寝てましたけどね、小学生とかの時ね。今はなんか皆さんあれかな、ちょっと夜更かしになってんのかな。しかし今回のもしのぶさん良かったじゃないですか。なんか調子上げてきてませんか？なんか全盛期来てるような気がしますよ。今日高評会に来てた絵なんか全盛期が来ているようなぐらい非常に良い作品やったですけど、あんま褒めん方がいいんですか？ね、なんか皆さんなんかね結構こうなんかレベルが上がってきておっちゃんも負けてられんなと思いながら飲んでますよ。チューハイね今日は。23人、さっき50人ぐらいいたら23人だったな。友人は会社から宿を取るように言われたようです。おーすごい。北の小人さん、少し不思議パレットの絵の具はカビがつくことがないのですか？カビ毎日使うのでそんなこと。カビなんかないよアラビアゴムやからやっぱね本搾りが一番美味しいですよね。このピンクグレープフルーツサワーがやっぱ一番美味しいですよ皆さんね。カビなん使うよ。今岡さんもこんばんは。麦茶飲みます。コーラで晩酌付き合います。知恵松下さんも、コーラ
もうね一人でもうなんか朝1本撮ったでしょ。で朝は1時間超えのやつやったから1本撮って、で午後から、4本撮ったんですけどもう喉乾くあとは今のところあと20何本ですけど、今日中やったら高評価大丈夫ですので深夜まで待ってますのでね、今日忘れとったっていう人のためにも今配信しておりますよ忘れとった。今日アバロン使ってます。アバロンがなんか最近多いです。もうこれを使い切りたいなと思ってますので、アバロンを使ってます。北海道さん何また顔に似合わずワイン飲んどるか。全然似合わへんよな。世界で一番赤ワインが似合わん顔しとるもんな。調子乗って。お休みなの今日。なんか15日は休みっぽい感じはするけど、16ぐらいから皆さん会社なの明日から。明日もちびたちおらんから明日仕事へ山ほどしたろう思って、もうね本当にもう山ほどしたろうと思ってます、仕事病ですからね。ちょっとビリジャンみたいな色も入れたりとかして、ちょっと深みのある緑を探して、うわすげえにじむ、ネロさん、チューハイこぼさないにいや、チューハイこぼれたらこぼれたらいいんですよ、こんなもんね。雰囲気になるんちゃいますか。ひどい。なこちゃないけどね。ちょっとこう鮮やかな緑から一番後ろに見える鮮やかな緑を少し描いていってます。よいしょ。いやー、ほんと、頑張った今日は。いやー、頑張った。なんかね絵描こう思ったんやけど、もうなんか自分の絵描く気力もなく、せやからライブ配信するという謎のねこの行動、なんか珍しいですよね。なんかほんと月に1回だけちゃんと働いてる気持ちになれるんで、高評会は皆さん遠慮なくね送ってくださいね。もうほんと月に1回だけ社会奉仕をしているような気持ちになれるので、この影が落ちとんな。黒沢さんこんばんは。仕事。明日飲みますと。明日飲むの。明日もやろうかな。明日飲むの。そっか。似合うもんな、ほんまにな、ワインがな。もうこんな奇跡的に似合う男おらんよな。びっくりするわ。もう僕は人生で出会った中で一番ワインが似合う男やわ。私は明日もこうねちびたちがおらんということで仕事もいっぱいしてよいしょよいしょ、少しこう奥の方から書いています。北海道のねこれどこやっけな、なんかこう最後にあそこ何湖っていうの、何湖何湖あそこの新千歳に向かう途中の、湖が何ちゅったっけ、何だっけ、支笏湖のに行く道中のところですの森です。なんかこう確か稲葉さんあたりから白樺の木を描いてほしいというリクエストがあったような記憶あるんで、白樺ではないと思います。これ何の木？これ誰か北海道さん教えて。北海道さん知ってるやろ。よいしょ。でもこんなんね、こんな複雑な描きたいと思わんですもんね、皆さんね。そういうのも描きますよ。これ何の木？あれ見たよ、映画ゴールデンカムイ見たよ。映画のゴールデンカムイ、映画版、山崎賢人くんめっちゃイケメンやねうちのパートナー妻と話してて、今の一番イケメンは山崎賢人じゃないか説。僕はずっと風間徹さん説を唱えてるんですけど、やっぱ風間徹さん一番イケメンちゃうかというのを妻パートナーママは、はって言われました。誰って誰って言われました、よいしょ。今はなんか現役では僕は山崎賢人君じゃないかなというような
説なんですけど、皆様にとってのイケメンは誰ですか？ジャイアンツの浅野翔吾君という選手が19歳の選手、だいぶイケメンなんですけどねだいぶイケメンです。昨日満塁ホームラン打ちましたけどね。しこつこありがとうございます。シナモンパパさんお久しぶりですお久しぶりですと。ともかさん遅れましたこんばんはね。チューハイこぼさない。やばい、だいぶ眠なってったやばい、白とかをちょっと入れてね、光の当たっている笹を描いていってます。この複雑なのを皆さんどうやって描きます？これね、めちゃくちゃ難しいでしょ。そんなにも挑戦していこうと思います。よいしょ。いやーほんとなんか今回は今んとこなんかね、皆さんの作品を見ながらよいしょ。もう子供たちおらんとほんま静かやねほんま静かやね。ほんま静か。もう助かりました今日ね。本当はなんかチビたちを追って高評価取らなあかんかな思ってちょっとゾッとしてたんですけど、うっさい中でもね皆さんに迷惑かけてまうからゾッとしていたんですけど、ちょっとよそに、じいちゃんばあちゃんのとこ行ってくれるということで助かった助かったトドマツね、トドマツやね。朝何時に起きるんですか？今日はね多分、ゆっくり寝れたらあれやけど、もう9時にねだいたい寝るのでもう決まって、9時に寝たら2時3時に起きてますよ。いや今日は多分ちょっと遅いんちゃうの？わからん。何時にこの配信も終わるか、1時間半ぐらいを考えてますけど、皆さんだらだらと眠なったら寝てください。もう無理せんでくださいね。よいしょ。トドマツか。支笏湖です。支笏湖。さすがやね。支笏湖。ここも配信しよう思ったんですけどね、ここなんか電波悪くてわざわざこう探しに来てくださった方いたそうなんですけどね。ああいう時ね、なんかね自由なね。この間の北海道の癒しの風景、北海道さんあそこのあっこでやってたやんか、十勝川の源流とかで、あの時に北見からわざわざ来てはった人おったよねそれで結局見つからんくて残念ながら、でも次の日空港までわざわざ僕が帰る間際の空港まで来てくださって、よいしょ、お会いすることできましたけどね。ちょっと白とかを入れながら明るい、笹の葉っぱを描いていってます。よいしょ北海道もまた行きたいね。よいしょ。本当なんかもうこんなね楽しいことをさせてもらってるのはもう本当先人のあれですよね。まだウクライナの戦争やらパレスチナ、イスラエルの紛争やらもうねまだ終わってもないしね、もう本当一回戦争が始まると本当に長いし大変やし、なかなかこう解決の糸口が見えへんなっていうので、ああいう時にね日本のこう、偉いさんが頑張ってなんか間とか入ったらね株も上がるのになと思うんですけど、なかなか入れないんですかね。ああいう時はね。よいしょ。日本の偉いさんも変わりそうですね。お疲れ様でした。あの人こそね広島の代表というか感じでね、まずこう葉っぱまず描いてます。まず描いていってますね。すごいこうなんか今日は乱高下すごいな。48になったり60なりになったり。北海道さん、こんばんは。今日は雨曇りです。寒いです。皆さん暑そうですね。僕冷房してますよ。仕事終わりそうですがライブ見てますと。チャッピーさんもこんばんは。スマイルひろみさんありがとうございます。珍しい時間帯にお疲れのところ、いやいや、春花水木さんこんばんは。嬉しい時間のライブありがとうございます。なんか本当になんか乱高下してんだ今日は CM つけんとこうもで CM 消したんですけどね。 CM とか入れるとなんかバッと皆さん減るので入れんとこうもだのに全然関係なく乱高下しとんな。よいしょ。
ね、こういう時間もたまにやらんとお仕事してはる人とかね、もう見れへん、土曜日とか仕事しとったからもういつも見れへんちゅう人もおるしね、しかし我が母校は甲子園1回戦で負けたねなあ、何年やったやろな、一昨年ぐらい1回めちゃくちゃええとこまで行ったように。よいしょ。ちょっとね、甲子園の常連校の学校に通われてた人羨ましいけどね。山崎賢人さん、ああやっぱね山崎賢人さん見たよ、面白かった。ゴールデンカムイ、漫画は読めてません。当然漫画を読むというのがもう今ないんよね。ゲームをするとかもないし、常になんか仕事してたいんで、なんか日本のドラマとかやったら見るけど、なかなかね、ドラマ映画やったら、音としてこう流してるという感じやけどね。よいしょ。初めての人も遠慮なくコメントくださいね。こう一層目を前面にこう緑の鮮やかな色、できる限り鮮やかな色を今置いていってます。これが一番手前に来るみたいなイメージですね。山崎賢人さんですね。イケメンですよね。よいしょ。伊藤千恵さん、こんばんは。ありがとうございました。弟の夏休みいい作品でしたね。弟の夏休み。彼は若干こう初めに弟は水とかに入るの怖がるんですよ。でも入ったらめちゃくちゃなんですよ。入るまでが時間かかる。お兄ちゃんは突っ込んでいくんですよ。そして延々とすごい体力ですよ、お兄ちゃんの。なんかもう水の中、もう海の中入って潜ることを最近覚えたんですけど、ずーっと潜ってます。ずーっとです。3時間ぐらい上がっては潜って上がっては潜ってを繰り返す。あの異常な体力は何なんだという感じですね。よいしょ。全体的に少し1層目という形で今描いていっております。少しこう重なったりとかもしてきていいので、もう乾いてきているところもありますけども、形とかを少し、この辺りかなっていうのを確認しながら、いやー本当に今日は頑張って撮った。もう1分撮ろうか思ったけども、さすがになんか何回か公表をしながら寝かかってることがあるんですよね。だから今日はもうやめとこうと思いました。ちょっと40分近くあれ連続で撮って、ほぼ休憩ほぼっていうかしてないんですね。いや、水もほぼ飲まずにやることが多いから、ちょっと変なこう呼吸がおかしくなって息が切れるんですよ。というのが結構あるので、よいしょ。ちょっと一回このぐらいで乾かします。よいしょ。
まあ乾いてませんけども突き進みましょう。次はですね、どういう感じでいこう。まあ緑系でずっと来たので、この木の少し、紫っぽい感じかな。これを少し、描きながら、木と、あとはなんか隙間にそういった色みたいなのが少し見え隠れするので、それを描いていこうと思います。ちょっと白も使うかなと思いながら、よいしょ。ちょっと待って、チャットをポップアウト、ポップアウト、チャットをポップアウトと。よいしょ。パソコン遅いな。このように、磯を描くと自分は失敗しそうで怖いです。今日人物やろうかなとちょっと思ってたよ。忘れてた。でこう茶色とこれがどちらかというと赤系なんですね。で、青でこれは青系でこの青系とまあ赤系みたいな感じで合わせると紫に近いような色になる。でまあそれにもうちょっと紫がからしたいな思ったら少し紫とかを用意しておいたり、しといてちょっと赤系の、枝のところ枝っていうか幹のところどうなんですか。あんまり光の方向性みたいなのはちょっとね。でこういうところに少しこう白とか点って出したりすると意外と面白いこう、表情になったりとかするので、僕はこういうぐらいのなんか面白いような表情みたいなのは入れたりとかします。で少しこういう横のこう幹の線みたいなのを、使いながら、ですね。久保さんもこんにちは。のりおっちゃんさんもこんにちは。こんばんは。よいしょ。ほんとね、なんかね、少しそれで隙間とかね、向こうに見える枝とか木とかもちょっとこう入れながら、よいしょ。少しこう青みがかってるなとか思ったら少しこう青とかを足して、こういうところにこう微妙な色とかを探しながら1回の色で、少しですね1回塗ったことで、もうちょっとこうそれを複雑にするということをしていきます。ビュッと拭き取ったりとかですね。隙間とかを描いて、外側から葉っぱを描いたりとかして、同時にこう幹も描きながらまあ、九州はね熊おらんからねこんな森とか入ってってないですよ。今これ写真撮ってる位置はもうあれですからね、道路ですからね怖いからそんな入っていくわけないですよ。道路から撮ってますよ。それでもこんな感じのね森の写真が撮れるということの四交通湖です。四交通湖ね、四交通湖覚えたんですよ。オントネじゃないですよ。オンネトですよ。オンネト湖。オンネト、オントネ言うてましたけど、こんなこう濡れとんな。また10人ぐらい減った。65人だった。おかしいな。額減るな。バーバは限度です。おやすみなさい。もうそらもう寝てください。ね、そりゃそうですよ。10時まで行けるって素晴らしいですよ。僕ばあちゃん7時に寝てましたよ。ばあちゃん7時に寝てましたよ。ね、しのぶさん若いですよね。多分、19歳ぐらいになっちゃうかな。しのぶさんの戦争の話とかね、もう聞いたらちょっとびっくりしましたもんね。あれはまた YouTube にちょっと残っているんですけどね。6歳5歳要は終戦の時にね満州で迎えて中国に残るか、あれに日本に帰るかということを決めなはれって言われたという衝撃の話ねえ。なかなかね
ああいうのってなんか残していかなあかんなと思いましたもんね。よいしょ。ちょっと外側からで平面的な感じですけどね。でこういうところの木みたいなものも茶系と青で、グレーを作ってて少し、紫系が強いかなとか、少し白を混ぜたような感じとかにしておいて、いやーでも本当なかなか皆さんのね79年前とかってそんなにね昔なわけじゃないですもんね。79年、確かに79年ってすごいあれですけど、たった79年という感じですもんね。僕ももう50近くなりましたから、なんか60年70年ってそんな時に日本がね隙間とかを描きながら、描いていってます。で塗り残しながら鮮やかな葉っぱみたいなのをちょっと見せていきながら、なんか質またしてくださいね。もう遠慮なくね。こういう時日頃見れないという人もいはるかもしれませんので、してください。塗り残しながら隙間の後ろの木とかも描きながら、こんな複雑なん描けませんわと言うてますか。こんなもん描けませんわ。そんな難しくないっちゅうかね、ちょっと楽しくね描けませんわって言ってますか。よいしょ。手前に葉っぱがあるところもありますからね。ちょっとこの辺できてきましたね。みちみちさん、しのぶさんの話を母にしたら、母も引き上げで帰ってきたことを知り驚きました。そうなんや。みちみちさんのお母さんもそうなんや。そうなんやね。右腕の調子ね、まあまあめっちゃいいわけじゃないけど、ギリギリ許せる範囲かなっていう感じですね。なんかね、朝起きる時が痛いですね。痛みで起きることもあるから、なんか本当になんかね、中4日って感じですね昨日よかったね、戸郷のピッチングね。今日野球もないしね。浅野君のホームランも、ごめんなさいね、千恵さんと私だけの会話になってますけどね。浅野君のいいですよね。浅野君イケメンよね。シュッとしてるんですよ。シュッとかっこいいですよ。かっこいい。19歳、若いからシュッとしててね、ピチピチしてる、なんかスーパーボールみたいな感じ、なんか非常にシュッとしてる選手ですけどね。ドラフト1位で阪神と争ってくじ引きでジャイアンツが勝ったんですよ。ありがとうございました。本当にね。イチロー選手も認めたっていうかね。イチローも高校生の時の浅野君に声かけとるんですよ。よいしょ。なんかね、絶好調っていうか、もう2回ぐらい3回行くっちゅったかな。3回一応リハビリで、病院行きますけどね。肘もカレーみたいですけどねやっぱ50ぐらいになったら出てくるよって言われました。おぎそくんももうそんな年なんやって、もうね、その先生とも知り合って15年ぐらい経つかな。有名な腕の権威の先生なんで、いつも本当にもうあれですね、多いですね。隙間をかきながら葉っぱを外側から浮かび上がらせるような感じで描いていきましたね。
ちょっと平面的ではあるんですけども、少し複雑になってきているのがわかるかなと思います。よいしょ。ガビョウちゃん。浅野くんよく打ちましたね。おさえさんもライブ気がつかなかった。今日ラフィーネ。もうこればっか。質問、バンクシーみたいなビジネスをいやー、ビジネスというかめちゃくちゃすごいなと思いますよ。めちゃくちゃ頭ええなと思いますよ。もうあんなんできへんし、もちろんね、顔出しまくったら真逆のタイプやからね、諦めてる。いや、いいんじゃないですか。ビジネスなのか、それでまたそうね、あそこのイスラエルにホテル買うたりとか流したりしてるでしょ、あの人ね。すごいよね。それをどういうふうに利用してるかは僕は知らないけど、いや別にいいと思いますよ。頭のええ人やなと思います。村上隆さんも頭ええ人やなと思ってます。もう頭悪いから僕は貪欲にジャイアンツでいう浅野選手みたいな感じでやろうかな思ってますけどね。誰やねんって皆さん突っ込んでるんじゃないですか。ぜひ Google で調べてイケメンですから、もう多分浅野翔吾イケメンって調べてすぐ一発出てきますんでね。シュッとしてるんでね。ちょっとジャイアンツの寮に入るとき高校生やったんですけどね、お母さんが3万円のひげ剃りを買ってくれたという、もうそれシュッとしてるでしょ。なんかわかるでしょ。そんなエピソードもあって、皆から先輩から慕われてて、昨日も浅野さんって言われてました。戸郷選手っていうね、ピッチャーから浅野さんって呼ばれてました。19歳年下やのに3呼びしたくなるようなシュッとした感じがありますよ。よいしょ。バンクシーね、なんかね、いつぐらい、もう最近はどうなんですか。やっぱバンクシーはあれなんですか、流行ってるんですか。やっぱなんかようね考えて、いろんなその社会とのつながっていったり反戦のあれやったりとか、すごいそういうのがまで考えて芸術をされていて、よいしょ。なんか海外は政治とかそういうあれと芸術やら音楽ミュージックなんやらも俳優さんとかも含めて参画していくけど、日本ってなかなかそういうのがね参画していかへんっていうか、声上げたりとかもどんどんしていけれるようになっていけばいいんやけど、どうしてもなかなかそういうのって広まっていかないんですよね。この間もなんかね、芸能人が何人か都知事選でなんか声上げただけでなんかブブ言われるんでしょ。なんでやろうね。いいんちゃうのと思うけどね。背中さん飲んでます。ごめんなさいで行けてなくて、明日もちょっと頑張って動画撮りますけど、うどん屋ウエストには行きたいなと思ってます。鮮やかな緑を表現するにはこの方法がベストなんでしょうが、白いところを埋めることを考えると気が遠く。そんなことないじゃないですか。全然うまい。もう500巻がもうなくなった。いいでしょ、音がいいでしょ。500巻を配信始めて何分や。ネロさん、私も磯先生の動画で知りました。何を？先生の動画見て知ったんですが、写真を絵にする時の写真みたいに描いたら負けなんですね。褒め言葉じゃない。もうそうね。なんか写真みたいねって言われたらね、それを利用して描けていたら一番理想やと思うんですけどね。でも多くの人はそういうなんかやっぱり写実系の展覧会とか人結構入るから、でもそういう人はもううわー写真みたいって言われますもんね。でそれはね、負けやなもう負けやなと思ってしゃあないけどね。鮮やかな緑とかね、どうやって出したらいいんやろね。もう透明水彩だけやったらもうこういうのがやっぱ塗り残していくのがなんかベストなんちゃうかなっていうふうには思ったりしますけどね。どうですか、皆さんありますか、なんか方法。
で乾かないうちにちょっとこうビリジャンでなんかあれね、ちょっとこう他の色と混ぜると結構こう分離色的になって面白いですね。ピッ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 、よいしょ。 CM みたいな音、そうCM みたいな音そうやね。いやこれ美味しいよ本当に。もうずっとこれで、特にこの、あれが一番美味しい。もう僕は癒しの風景北海道さんみたいなワインは飲めない、一人ではね、一人で飲めばいいのかな。ワインは飲めないので、癒しの風景北海道さんみたいなおしゃれな感じではないです。申し訳ないです。庶民のこれ美味しいんですよね。で少しこう隙間を描きながら、ちょっと後ろの色とかも少し描き出していってます。なんかこう濃い緑みたいなつくの難しいですね。どないしたらいいかな。どないしたらいいかな。筆のこうちょっと使い方みたいなとかで、少しこう複雑にしながら、塗り残しながら葉っぱのシルエットみたいなのを出してみたりとかして、ですね。よいしょ。バンクシーのね、なんかこうオークションでね作品がウィーンとこうシュレッダーになっていく作品、あれ面白かったですねシュイーンってね。あれ皆さん意味分かったかな。あんなに何億円とするものがシュレッダーにかかっていくというこの資本主義に対するあれですよね。それをあそこまで含めて作品なんですよね。オークション会場でウィーンと。こういう書き途中の段階でもやっぱりこう絵はねこちら側だけではなくて画面っていうのを少しこう見ながら、なかなかこう見せ場のなかなか見えにくい絵なんですけど、どこにしましょうか。この辺の中笹になってくるのかな。なんか自分でもこう描きながらどこなんやろうなって思いながら全体描きたいなと思った絵ですね。チューハイはストロングしか認めない派です。ストロングとか美味しい。なんかちょっと頭痛くなるんだよね、おっちゃんもね。そうだよね。そうなんや。ストロングとか飲むと頭痛なったり、次の日なんかちょっとね量的に飲むと痛なあれするから、やっぱハイボールにその辺からは移りますわな僕は。ピッ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 と。チューハイの CM とか先生出たら似合いそう。これいいっすって言って何杯でも飲めますけどね、チューハイやったらね。テイク36あーとか言われてもまだ飲んでそうですもんね僕ねよいしょ。ピッ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 。いやー、チューハイの CM ね、ビールとかの CM めちゃくちゃ美味しそうに飲むでしょうねこうやって仕事の後にね、あーとか言ってね、なんかいいですね、そんなんね。
でもなんか CM でその期間中とかやっぱあんま他のとか飲めないんですか？そして焼酎とか飲めないんですかね？そんな地獄ですよね。そんな地獄はないですね。複雑なですね森をこう描いていくときになんか木も描いたり葉っぱも描いたり葉っぱの隙間描いたり後ろ描いたりということを繰り返しながら、重なったらより深みのある色になったりとかですねこうしていってます。お酒の案件来ませんね。めちゃくちゃ綺麗です。おさえさんね。甘みの海は綺麗よ。甘みの海は綺麗よ。意外と今やったらなんか奄美とかのねなんかあれね奄美とかの方がなんか湿気がなさそうな感じもしますもんね。意外と本土から来た人のが皆さん暑いけど湿気はなくていいって言うということを地元の人とちょっと話した時言うてはりましたけど、いやクソ暑かったですよ僕は。暑っとか言って暑っ。しかしねもうお盆過ぎたらちょっとね暑さも和らぐんですかね。ちょっとずつね点々がより細かくなってこうね白いところも埋まりつつあって、密度が上がってきているのが分かりますか？こういうところはもう隙間産業と呼ばれるようなことを、ちょいとやりながら輪郭をちょっと塗り残して笹のですね白いところみたいなのをこう描いてあげたりとか。画面全体を見てですねなんか必要なものはないかなみたいに探しながら画面の中で、ちょっとこの辺りとかに少し濃い色が欲しいなと思ったらそういうところにも入れながらよいしょ。ちょっと斜めアングルの画像はどんな感じかな。ちょっとあれやな調子悪いな。つかごめんなさい。斜めからのアングルをつけようかな思ったんですけど調子が悪いんで。よいしょ。画家さんは意外にスケッチブックとかに書かないんですけどね。スケッチブックっていうか水彩の場合はねスケッチブック案外書かんね。確かにねスケッチブックに書かないね。僕はなんかやっぱ水彩はやっぱりこういう水彩紙ブロック式の水彩紙がやっぱりこうよくて紙ボコボコってなるからそのリング状のスケッチブックっていうのは使わないね。そやねボコボコとなるの嫌やからどうなんですかね皆さんね。なんか軽いこうクロッキーとかね今そんな線もね僕はねこう昔はもちろんめちゃくちゃしてたですよ。めちゃくちゃしてたからもうやらんのかなんかねこうそうね確かにね、僕だけかもしれないですよ。意外とこうちゃんとスケッチブックに書いてやる人もいると思いますけどね。よいしょ。ピッ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 奄美に大阪の方が暑さを感じますと、風は都会が暑いですと。ちょっと寄ってます。いや、そんな寄ってないですよ。眠いだけです。寄ってないですよ。眠いだけですよ。眠さは来てます。このぐらいでは酔わないです。よいしょ。
酔ってるように見えました。いつもこんな感じですよね。ビュー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 。全然乾いてないわ。画面の端の方までちょっと緊張感を持って、なんか白馬にですね、結構なんか行かれた人が2組ぐらいいましたね。でも暑かったみたいですね。スケッチに行ったら暑くてできませんでしたみたいなのが2人、多分別で行かれたと思うんですけど、言い張りましたね。と思って。1人は筑二さんに泊まりましたって言ってはったから、ありがとうございますということで忍さん寝張りましたけど、まあこんなねぐちゃぐちゃとした絵描きたないわね。普通に考えたらね、描きたないわね。熱帯夜に清涼感があふれて、今夜は久しぶりにいい眠りに誘われてしまいますと、稲葉さんの、リクエストに一応答えてるつもりで、白樺ではないですけど申し訳ない。チャッピーさん、はいその通り、描けませんわヘルナンデス手術成功したそうですね。うわー、これから G 球場でリハビリ、アメリカ帰りやったんやのにね、何ヶ月も、先週ね、なんかごめんなさいね、野球の話でものすごいいいんですよ。ここヘルナンデ、ここモンテスっていうのと、何やったっけ、エリエ・ヘルナンデスかな、ここモンテストすごいよ。もうほんま僕が好きなタイプ、昔いたシェーン・マックみたいな感じ、一生懸命やるの超有料外国人、あんな有料外国人おったんかっていう。オドアはどこ行ったって誰も知らんでしょ。オドアは何やったんやっていうね感じですけど、めちゃくちゃいいんですよ2人が。もう本当日本人が好きなね、一生懸命やってどこでもやりますわ言うていう選手がね2人ね。よいしょ。どうですか、だんだん複雑になってきたでしょ。ペラ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 喋りながら、うっさいおっさんやな思ってるでしょ。ペラ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 喋りながらも、アメリカ帰らんねや。もうそれだけでもなんかジンとくんな。よいしょ。うちからは、ソフトバンクの2軍の球場が若干近いので、1回だけ2軍の試合1人で見に行ったことあります。今度子供連れて行こうかな。ウイスキーの水割り飲んでんのなこのリズム感ある、隙間を埋めるのね、なかなかウイスキーの水割りな、持ってきていいちょっと皆さん待っといてくれる？なウイスキーの水割り飲みたいな。もうせめてハイボールにして飲みたいな。ずっこいな。ずっこいわ。そんなスマイリーひろみさん、何そんなベロベロになるかもしれんけどな、ウイスキーさすがに飲んだら。よいしょ。やっぱあれですか、ウイスキーは水割りですか。
誰かからいただいたウイスキーをついにたくさんあった皆さんからいただいた焼酎が切れまして、はい、ウイスキーをいただいております。ついにかな、ついに多分ちょっとあれを見てないですけど、もう皆さんがいただいたいろんなところでいただいたりした焼酎がついに切れるという。よいしょ。だいたい酎ハイ1本飲んで、2杯目はそういうふうにハイボール、ハイボールとか焼酎のロックというのがおじさんのお決まりのコースなんですけども、ついに美味しさやな、ずるいな、スマイリーひろみさんずるいな、困ったのも。よいしょ。やっぱこう見てると面白いですか？このスピードでこの隙間を。ちなみに正直適当ですよこんな感じかなという今までの経験で書いてますよ。もちろんね、一個一個真面目に見てないですよ。そんなんこんなんね、現場とかでこんなんぶつかった時には、もうこれ書くって決めた時はそんな一個一個は追ってられないので、ちょっとこの辺り全体影かなとか、この隙間それで塗り残したらちょっと、枝かなとかっていう感じで書いていきます。よいしょ。現場でもこんなんやりますよ。はい。バンクシーのニュース最近見ないけどシュレーダーにかけられたんですね。もったいない。もったいないというかね、そこまでが作品なんですよオークションにかかって、それ結構有名、多分あれが一番初めに有名になったやつちゃうかなと思うけどな。違うか。僕らもちろん知ってたけど、それで世界的により有名になったんちゃうかとかな。オークションでサザビーズかなんかのオークション会場で自分の作品がウィーンかかれしていくらいくらカンカンってなって落札ですってなった瞬間にウィーンとこう絵の中額縁の中の絵がウィーンってなって下からシュレッダーでビューッと降りてくるっていうの結構有名やけどね。あれゆきゆきさんもこんばんは。そちら何時ぐらいかね。すみません、日本時間は、変な日です。変な時間にやってます。終戦記念日ってなんか言うの変やなと思って、終戦の日何かを記念するっていうのも変やなと思って、僕もどっかで終戦記念日って言うてしまって、終戦記念日って言うんですかね。終戦意外と若い人が知らないとか言うてって僕らの時はもうなんかね、子供の頃必ずその日っていうのがなんかこう夏休みでも登校日やったですよね、昔ね。登校日でこの日は学校に行ってっていうのを必ずやっていて、で僕なんかもじいちゃん生きてた時よく戦争の話ね聞いたり、ばあちゃんからも聞いたりしてたんで、よいしょ。今なかなかそういうのも知らない人も増えてきたというかね、こんなに平和なのもいつ何時何かあるかわからないですもんね。本当ね、今の中国の感じ見てたりとかすると、だからこういう幸せをねかみしめながらお酒も飲めてね、それ最高ですよね。もうすぐ15時半。昼。そうかだいたい1時間ぐらいですね。このぐらいでね、1時間ぐらい帰ってきました。どうですか皆さん、隙間ネチネチ感描けますか？どんな感じですか？ちょっと斜めというのが今日は出えへんな、出ないな、出えへんな諦めよう。このリズム感あるさすがですと、ね、人の絵の悪口ばっかり言うてるわけですから、これぐらい描けんやでっていうのを少し言わなね、出来やな。やっぱこの鮮やかさを出すためには、後ろの方に暗い色みたいなのを置くっていうことも大事かなっていうふうに思いますよ。塗り残したりとかしながら、でちょっとずつ白い、ところが消えてきて、
昔本当にホタルの墓とかよくやってたよね。今やってないかな。バンクシーの新作は器物破損が、あ、そうなんや。どんな新作なの。全然最近そういうニュース見てへんな。僕のヤフーニュースに上がってくるのは岸田さんの話と野球の話しか上がってこうへんから、芸術関係の話は全然上がってこへんな。ほんま誰出んやろうね。石破さん出んのかな。ね、女性は石破さん苦手でしょうね。なんかね、なんかディドーッとした目つきがね、なんかね、ちょっと怖いっていう人多いでしょうね。男性もそんなに別に好きな人はいないし、喋り方もね、でもなんかやっぱ言うてることとかがね、一番なんか、あれかなとは思うんですけど、ちょっと目つきは女性苦手やろうなと。うちの妻パートナーママはちょっと怖いって言ってはりましたから、あ、そうやろうなと思ってですね。まあしゃあないですよね、顔やから。そんなんね、顔のことを言うのはあれですけど、ちょっとね、なんか目つきがじとっとする瞬間がありますのでね、若干女性は苦手な人が多い。ごめんなさい、石破さん。石破さん、すみませんでした。ね、車の後ろに大きなサイ描いたのありましたね。ね、車の後ろに大きなサイ、まあじゃあ動物愛護みたいなあれの作品なのかな、バンクシーは。よいしょ。あれがよくわからないです。なんか環境なんとかかみたいなのが絵とかにバーッとペンキ塗る意味が僕全然わからないですけど、なんであんなことするんですか。あれすることによってどういうことなんですか。あれが俺もようわからないですけど、なんで関係あんのって思うんやけど、あれよくわからないんですけど、誰か解説できます？わからないですけどね。やっぱり絵とかがすごい高値で売り買いされて、それが資本主義のあれやっていうことで、そういうのが環境汚染がどこでつながる？わからん。という感じでですね、全面に埋まってきました。もうこれはもうネチネチやるしかないんでね、皆さん、寝てください。ね、100人も見てた。この時間のがなんかやっぱりね、見やすい、だらーっとしてはります。でもなんかキャンディーズのファン、石破さん、かわいいとこ打ってきたな。どうやったら女性人気が出ますか？もうね、人口の半分女性ですからね、やっぱね。ちょっと石破さんのじとっとした目がなんかね、ダメっていう人ちょっと多いんちゃうかなと思って。僕は石破さんが出てるやつとか大体見てて、喋ってる内容とかも大体いろんなニュースが見てるんで、でも本当なんかね、小泉さんとかが出るんですか？セクシー小泉さんやったっけ？まあ IT にすごい強い人がなんか大臣とかすごいやってほしいなと思いますけどね。私個人的には長らく公務員してきて、あんなに変わらない16年間何も変わらなかったので、ちょっと IT とかでいろんなものを変えてほしいなと思いますけどね。日本のリーダー、ピンとくる人いないですね。環境保護団体のスポンサーに利益が回るっていう構造だって聞きました。環境保護団体のスポンサー利益、捕鯨活動とかと似たような、そういうことか。なんかあんまよくわからんねんな、あれな。なんかね、なんでなんよって関係あれへんやんって思うねんけどね。よくわからん、あんま意味わからんな。よいしょ。まあ少し透明水彩でもなんか筆色分割法のような、感じで少し描いていきながら、少し前笹の方ですね、
どの社会でもね、やっぱりね、あれはね、既得権益っていうのはね、なかなかね、よいしょ、隙間をぐっとこう強くして、手前とかももう本当にどこがメインかどうか僕もちょっとようわからないようになってきましたけどね。よいしょ。よいしょ。隙間をかきながら密度が上がってきてます。出た隙間産業出た、皆さん大嫌い隙間産業。フェルメイさんだ。バンクシーってステルスだからステンシルだから型紙さえ作ればあと本人じゃなくてもいいから捕まってもバンクシーは捕まらないから。確かにね、なんかね、もう誰でもできますしね、そこがね、そのアイディアをこう考えるというかね、バンクシーっていうグループかもしれませんしね、僕かもしれませんよ、わからないですよ。僕はもう本当はバンクシーかもしれないしね。バンクシー、僕はほんまバンクシーかもしれんからね。俺がバンクシーや言うたらね、絶対誰ね、わからない。小池百合子さんがバンクシーかもしれませんしね。だから一回どっか東京都のどっかなんかで見つけて喜んでましたよねなんか覚えてるな。なんかあったよね。何やったっけあれ。どっかでなんか見つけて喜んでやるなと思って、バンクシーや言うて喜んではったなって、なんかふと今思い出した。だからんであれ小池百合子さんが自分で自作自演やったかもしらんもんな。そんなん絶対わからへんもんな。何の話しとんねんね今日ね。よいしょ。酔っ払ってないですよ。僕もなんかスマイリーひろみさんと一緒にウイスキーの水割りを飲みたいなとただそれだけをひたすら思ってます。取り行こうかな。よいしょ。でこう書いていって、やっぱ隙間書く時間が圧倒的に長いですね。圧倒的に長くなっております。隙間とかを書いて、画面の一応こう四隅までグッと持っていっておこうかなと思って、白いところとかだいぶ持ってきました。どうですか、コージ N さん、書けそうでしょね。またあれですか、名古屋でほっつき歩いてますか、飲み歩いてませんか。どうせほっつき歩いとんでしょ、もう本当に大体そんな感じするわ。よいしょよいしょ。明日なんとか午前中に終わらして、お肉評会を終わらせて撮影して、でもうちょっとこう切り替えていきましょうかね。グループだと思ってます。画商ぐるみの組織ね。いやわからないっすよ。あれかもしれない、石破さんかもしれんで、バンクシーわからんでね。バンクシー、俺がバンクシーや言うてはるかもしれんしね。誰か全然わからないね、おじさんかもしれないし。よいしょ。アメリカとかやったらあれがね、一時ドイツにこうなったりとかで、今はねイギリスとかになったりとか、その芸術の中心地みたいなのが動いてきますもんね。でもなんかこうアニメの中心地はずっと日本ですねすごいよね、ほんますごいと思うわ。日本のアニメ大好きですっつって外国から来やりますもんね、今もね。ロマンシングサガが好きで佐賀に来ましたって誰もおらんと思うよ。なんか一回なんか有徳稲荷にタイ人がいっぱい来てるというのを聞いたことあったな。なんかタイかなんかであったドラマかなんかのなんかが何かやったんか知らんけど、何も知らんけどよいしょ。
葉っぱのこう影とかも少しね描いて、外側からこう際立てせながら、よいしょね、1時間少し、1時間ちょっと10分ぐらいかな、こう描いていってます。おじちゃんも11時まで起きてることなんかまずないので、それまでには終わります。おじちゃんそんな遅くまで起きてることはまずないです。よいしょ。今のところ1本で描いてますよね。1本で描いていってます。石バンクシー細かい、久美子さんこんばんは。ライブちゃん、ウィズアルファさん、見てる間に水が上がってきた。いけそうでしょこのぐらいいけそうでしょとか言って、油絵も同じよ油絵も同じもう皆さん難しく考えすぎ。そんなことはないか。やっぱりね、経験値でだいぶこうやっぱかけとんか。できそうでしょ。出ました、できそう詐欺が出ましたよ。皆さんのね、ふざけんなーいって、今もう皆さんパソコン叩いてますか。ふざけんなー。ぐっとこう木の中でもちょっと強いところとかがあったら、それによってこう輪郭がこっち側とかこっち側から少しこう決まってくるような仕事みたいなのとか、木の中とかをこうぐっとこうせり上がらせてくるような仕事が少し入ってきたりとか、もうそんなに難しいことしてないと思うんですけどね。石バンクシーいいですね。石場さん。石場さんがバンクシーかもしれんな。本当な。わからんね。よいしょ。少し後ろにある枝とかもちょっと抑揚をつけるような感じで、濃くこうつけるところと薄くシュッとこう描いてあげる、水が多めのところとみたいな感じで、一本の線みたいなものも少しこう抑揚をつけてあげたりとかして、いってます。今のところ一本の筆で描いてます。一本の筆でいこうか。結構おろしたてっていうか最近おろしたので、アニメ見て日本語覚えましたっていう外国の方ね、多いね。洋画見ても全然喋れんよねほんまやな。洋画音楽とかね、そんなんとかでも全然ね喋れんようにならんで、どうしたらいいねほんまに。もうほんまになんか専属通訳雇おうかな、ね、専属通訳とか雇ってね、2年間ぐらいなんかそれが一平ちゃんみたいなことだったら大変やもんな。一平ちゃん、まあ、そんな金持ってへんか、大丈夫か。懐かしいね、一平ちゃんね。めっちゃすごいね、大谷君。めっちゃ盗塁もしてはるね、今回ね。それよりジャッジがえげつないというね。誰やねんって皆さんね。よいしょ。こんな動画にね、こうあれしてもなんか難しいね。という感じで、描いてまいりました。密度上がりました。ぐーっとね、このぐらい描けそうでしょ。皆さんどうですか。絶対描けるわって言うてますか皆さんね。楽勝やわ言うてます。描けるでしょこのぐらいね。もう僕の動画もアホほど見てきたっていう人もいるでしょ多分ね。見てたら書けるんですから、書けないわけがないんですからね。書けない方がおかしいんですからね
悪い笑い方したね、僕ね。悪い笑い方。もう書けへん方がおかしい。多分もうほんと癒しの風景、北海道さんでももう書けるよ。ヒグマといつも戦ってるあの人でも。秋の北海道も行きたいね。ほんとね。今年は無理やな。よいしょ。という感じで、北海道を描いていきました。ぐっと濃くしてもいいかもね。その濃さがなかなか出やんね。よいしょ。これ6号のサイズです。6号サイズでございます。皆さんと同じ6号ですよ。あんたの6号は違うやろと、もっとでかいやろと思うかもしれません。6号ですよ。もう皆さんと全く同じ6号サイズでございます。よいしょ。で、何だっけ、アバロンのブロック式でございます。皆さんと全く同じです。皆さんと同じような画材を使ってます。多分ホルベインじゃなく、これは草壁さんやと思います。絵の具は違うかな、ホルベインかないろんな画材があります。自分でもよく分かってません。このオキサイドグリーンみたいなの意外と好きで、旅とかに行く前にはドバドバっと出してったりとか入れたりとかしますね。ちょっと濃い色みたいなのをちょっと入れました。ちょっとね、こう隙間の緑がようやくこう埋まってきたかなという感じですかね。少しこう隙間の緑が埋まってきて、外側から、明るい葉っぱを浮かび上がらせたりとかしながら、密度を上げて、透明水彩らしく、重なりを持って複雑にしていきました。よいしょ。また遊び行きたいよ、ほんまに。奥にちらっとクマ描いても可愛いかも。ちえさん描いて。僕動物めっちゃ苦手やね。もう本当に動物苦手やね。この辺にちらっと描くんですかね。クマと動物めっちゃ苦手なんですよ。クマモンも描ける自信ないですもん。よくこう何も見ずにそういうの描ける人いるでしょう。すごいな思いますもん。見たらまあ多少は描けますけど、描けないんですよね、おっちゃん。全然描けないんですよ。ね、少し、深みのある、ので、ぐぐっとこう引き締めて塗り残ったところが緑の中の明るさみたいな感じになりながら、そうなんですね。密度を上げていきました。ありがとうございました。なんかね、夜の配信もやっぱ楽しいですね。明日は土曜日、明日金曜日、世の中で言う。明日金曜日か。明日も頑張って高評価を取れそうです。今何枚来てるかな。29枚。29枚。手前の笹ちゃんと笹ですねって笹なりました。だいぶなってきたでしょ。ね。油絵でも笹描いたことあるからなんとなくこう描けるんですよ。ありがとうございます。なんとなく描けるんですよ。なんとなくこんな感じでこうかなっていうので油絵で笹描いたことあるから。あと29枚。今日40枚やったかな。70枚ぐらいプラス14枚、84枚、全部で84枚やったかな。まだちょっと増えるかもしれませんけども。まだ大丈夫ですのでね、高評価の分は。今見てはる人はね、12時ぐらいまで、あと1時間ぐらい大丈夫ですので、よかったら送るという人は、送ってくださいね。多分明日の2時ぐらいまで、朝方3時ぐらいまでは大丈夫です。多分そのぐらいに起きて、録画始めると思いますのでね。どうですか笹になりましたか。稲葉さんいけそう？どっちかちょっと木よりももう見てはらへんかもしれんけど稲葉さんのために、佐々木ひろみさん仕事今終わった。ビール飲みながらゆっくり見てます。先生
いい色焼けてる。もうめちゃくちゃ焼けてますよ。これひどくない？もうこれほら日焼け止め塗ってやでこれ。どう思う？皆さん日焼け止めしっかり塗ってやで。ちょっとこう白とか入れていきます。海に今年は3回行きました。奄美の海、佐賀の海、あとどこや、佐賀の海か、佐賀の有明海側の海と、あちらのもうほぼ長崎の方の海ですねに行きました。そして奄美の海3回行きました。ありがとうございます。プール的な、公園がありまして、そこに、お父ちゃん1回連れてってあげました。計4回でこんなに真っ黒。まあ虫取りのせいもあるんですけどね。水カマキリ取りに行ったりですね。何しとんねんって感じですよね。あとはちょっと幹のこういう幹の複雑なこうなんか模様みたいなこうねなってるのを少しこう最後描いて終わろうかなと思います。皆さんお仕事お疲れさした。もうね私も今日これでなんか気持ちよく、あとはハイボール飲んで、ハイボール自分で作って飲んでギュッとしてバッと寝てバッと起きよう。ギュッとしてバッとしてガッと起きようという感じでございました。ちょっと白なんかいいでしょ。こう結構ねええ感じじゃないですかという感じで、ホットケーキみたい。もうほんまやね。ホットケーキみたいですよね。ちょっとなんか動画の方色鮮やかちゃうな。もうちょっと鮮やかやねんけどな。もうちょっと綺麗なんやけどな。ちょっと違うな。少し最後もうちょっとすいません。鮮やかさもなかなかそれはもう補正でしかあれやから、もうちょっとこの辺がこう面で見えてきて影になっているとかっていう面を少しこう描いて、よいしょ。ホットケーキみたいね。今年のテーマ美白やったんやけどな。去年の甲子園のどこやったっけ、慶応高校の高校野球球児みたいに僕は今年のテーマ美白やったので全然無理やったな。おかしいな。日焼け止め塗ったんやけどな。高いの買わなあかんのかな。なんかね全然あかんかったねという感じでございました。ザザザザザと書きました。めちゃくちゃ綺麗ですよと。ちょっとね鮮やかさがね思ってるより出てないですよこれ。もうちょっと黄色みがかって強いんやけどな。その辺がうまく出ませんでした。ご視聴ありがとうございました。1時間20分ぐらいかな。11時には寝ようと思いますのでおじいちゃんっていう感じでしょ。おじいちゃんという感じでございました。筆1本でいきました。サインだけはねちょっと細い筆使おうかなと思ってます。ご視聴ありがとうございました。明日からお仕事という人も逆に明日はお休みという人もいろんな人が人種が世の中にはいるもので1時間何分ぐらいで描いたという作品でございました。書けそうでしょ。もうちょっと粘れますよ。もちろんね皆さん粘ってくださいね。本当にもう皆さんもちょっと粘るなりなんなりしてください。でもこういうのもこうなんていうかまあ言うたらまあこの辺がなんか主役みたいなでもまあなんかこう抽象的な感じでかっこいいやないんじゃないかなと。稲葉さん白樺林ではないですけれどもということで末永さんも飲みかけて眠りかぶってたので残りをおいしくなんて書いてあるのかなありがとうございました。と久美子さんもおやすみなさい。 HM さんもみちみさんもありがとうございました。埼玉さんありがとうございました。佐々木すみさんねでということでありがとうございました。緑きれいということで皆さんおやすみなさい。楽しかったです。終わりやすねえよ。